どうも、AP 山下です。5月中旬、上五島でヒラスウキを探すもの。天気晴れですね。で、大潮でした。で、今回はですね、オルタナティブ封印して、純真ロックショアゲーム行ってきました。天気を見ながら、今回も未だ見ぬポイントに歩いて行ってみることにしました。結構、最初、ついた感じ、かなりいいなっていう形で、ちょっと波の具合とかも弱いかなと思って気にはしてたんですけど、さらしの具合とかですね、かなり、ちょっと大きいかなぐらいのいい感じのさらし出てましたね。これよりちょっと弱いぐらいでもまだ兆候成り立ちそうな感じでしたね。この時期であったら。で、最初投げたポイントなんですけど、そこでセイゴとベイトフィッシュの反応があったんで、かなり確率は高いなということで、最初はブレスライドの 110F ですね。で、足元と近場垂らし回りをチェックしてて、一回、チェイスっていうか、ミスバイトがあった形でしたね。それからマッサンプラグの 100S に、ちょっと飛距離とこういうシャローエリアですね。ちょっと飛距離も波の足の立場と波のかからないような場所の立ち位置からのアプローチということで、マッサンプラグの 100S と、今使ってるですね、映像出てるんですけど、メタルトスの LBS ですね。で、チェックしていきました。やっぱりサイズとかベイトフィッシュ、かなり小さいかな。見えてるベイトフィッシュっていうか、表層ですね。寄せられてるベイトフィッシュは本当2、3センチぐらいなんですけど、それに合わせたメタルトスの LBS っていうことで、マッサンプラグ 100S をキャストした後ですね、ローテーションさせて投げてみたんですけど、やっぱしそれで当たりが出るっていうようなこともありましたね。で、今日一番当たったのもこのメタルトスの LBS でのやつなんで、結構反応は良かったですね。でもやっぱし、バイト数は一番多かったんですけど、5、6回ぐらい。何が問題かというと、やっぱフッキングでしたね。おそらく、バイトというよりかはもうほとんどエラーでアタックしてくるような感じの、コンってはっきりしたタイプですね。そういうのが多かったんで、やっぱシングルフックの向きとか、形、場所、大きさとかあると思うんですけど、もう少し、やっぱトレブルとかですね、トリプルフックとかに交換して、フッキング率を上げないとなかなか使えないかもしれないですね。こういう魚のいるいないをチェックするのにはかなりいいと思うんですけど、なかなか今日もこのメタルトスの LBS 使ってて、もしかしてアフターの個体もいるんかなっていうような、ちょっと反応してたんですけど、おそらくただ単にフッキングが悪かっただけですね。針のかかりどころのポイントも少ないし、少しかかってもすぐ外れてしまうような形でしたね。針の数を増やしてやらないといけないっていうことでしたかね。それからそういう針っていうかメタルトスのだいぶ同じ魚だろうなっていう反応も2、3回出てた時もあったんですけど、そういうところは結局し
っかりとしたバイトを得るために、少し大きめの、またマスタンバルブの 100S に戻してからバイトを得るような形をとってキャッチできましたね。今回バッテリーの替えがちょっとカバンの中積んでる、リュックの中積んでるのかなと思ってたんですけど、残念ながら積んでなかったので、撮影のバッテリー切れということで、キャッチャーでヒットシーンですね、今回お預けになってるんですけど、まあ、今出たポイント、このポイントで出ましたね。で、大体見てもらえればどこで出るんかなっていうのは、かなり分かる人には分かるんですけど、まあ、ここぞ、さらしと流れと波の引き際の時の払い出し、流れの払い出しが絡むポイントがあるんですけど、そこで出てましたね。でもまあ全体的にさらしの中で出てたり、ちょっと移動っていうか、少しポイントはある程度泳ぎ回ってベイトを探しているような印象であったですね。結構しっかりした当たりっていうか、一瞬かかるような、引っかかるようなテンションは感じるんですけどね。やっぱし、針の持ち具合とか、かかり具合ですね。あまり、今のままのちょっとシステムだと、もうちょいかなっていう形に感じてましたね。で、前回も、動画解説した通り、かなり波動の弱い感じなんで、ほぼ巻いていると、この 31g のメタルトスですね。ほぼ抵抗はない。とライドンを来ました。ほんと一瞬なんですよね。で、これでやっぱしかけていくっていうことになるとかなり重要かなというかなり気にしていかないとなかなかかからんだろうなっていう形で思ってましたね。でもそういうフックシステムをもうちょい見直せばかなり有効なルアーだと、前回の処方でもかなりいい効果が出てたんで、今回も想像以上にミノ系統のフォローとしてメタルジグのメタルトスプラス LBS っていうことでフォローのルアーになってましたね。ヒラスサイズはやっぱし小さいのもやっぱ大きいやつじゃなくてですね、ほんと生後クラスかなっていう、もうほんと小さめのサイズまで出てくれるんで、いないわけじゃないですけど、サイズも大小バラバラというか、今回キャッチしたのが60センチクラスぐらいかな、大体。計測はせずにもそのままリリースしたんですけども、そうやってちょっと大小のヒラスウキがいる、またチヌがいたりとかですね、魚影はなかなか濃かったと思います、このポイントも。自分も初めて来てみて、この波のタイミングだともう少し波が収まってでも楽しめるポイントかなと思ってましたね。サイズはやっぱし見えないサイズも小さいのかバイト浅いのか分かりませんけど、結構コンディションのいい魚でしたね、取れたのは。多分何度か表層で見えるんですけど、出てた魚だったんで、なんとかですね、動画には収めることはできなかったので、キャッチだけ、画像だけ載せようと思ってます。プラグで一発で出る感じのところもあれば、そうではないポイントもあるっていうような、なかなか面白い展開の一日でしたね。以上、5月中旬、帰りごとで磯ヒラスウキを探すものでしたね。ご視聴ありがとうございました。